皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて、良かれと思って質問したのになぜか相手の反応が冷たいなぁと感じたことはありませんか？文法も言葉も合っているはずなのになぜか距離を感じるという状態です。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。5分後のあなたは今より少し日本人の本音や文化、社会の空気が見えるようになっているはずです。今日はなんでというキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。今日もね、引き続きこの森博さんの正直に語る100の講義という本から面白いトピックを取り上げたいんですが、今日のトピックはコンビニ強盗を撃退したなんでの破壊力というトピックです。この本にはある驚きのニュースが紹介されています。内容はコンビニに強盗が入りナイフを見せて金を出せと脅しました。その時店員さんが返した言葉ですね。何だと思いますか？たった一言です。その言葉はなんででした。これだけだったんですよ。すると、強盗はうろたえて慌てるってことですね。そのまま何も取らずに逃げてしまったそうなんです。著者の森さんは、このニュースをこう分析していますね。なぜ出さなければならないのかと尋ねたことが、強盗には全く、想定外の質問だったと言っています。強盗にとってこの論理的な問いかけは、自分のシナリオに入ってなかったんでしょうね。今日のキーワードはこのなんでです。皆さんもよく使う言葉じゃないかなと思うんですが、実はこれは日本では使い方によっては、とてもね、強い言葉になるんですよ。辞書的には、なぜ、英語だと why と同じだと教わるかなと思うんですが、会話で使うなんでには納得がいかないとか、ありえないみたいな、そういうね、自分の感情を相手にぶつけるような、響きが含まれることが、多いんですよね。特に目上の人とか、その場のルールに対してなんでって聞くと、相手にはあなたの言っていることはおかしいですという攻撃として届いてしまうこともあるんですよね。これが今回お話しする破壊力の正体ですね。実は私自身このなんでは大失敗した経験があって、大学教員を辞めた後、私はネイリストになったんですよ。全く違う世界ですよね。ネイリストは職人の世界なんですよ。で、現場ではわからないことがやっぱりたくさんあるので、私はね、結構素直に何でも質問してたんです。こうやってやる意図は〇〇だからでしょうか？つまりなんでって聞いてたわけですね。そうすると、私にとっては純粋な疑問だったんですが、教えてくれる先輩の顔がもうね、どん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 曇っていって、怖かったんです。うーん。大学だと疑問を持つことっていうのはすごく大切にされてるんですね。でも、ネイリストの世界では教えてもらえるだけで十分にありがたいっていう空気なんです。質問するより、まず見て学べっていう、そういう空気が強い場所だったんですよね。そこでは、なんでっていう質問は意図せず先輩のやり方に反対しているという形で、受け取られてしまった可能性が高いですね。すごくね、私は反省しました。まさか、なんでって質問することがダメな世界線があるなんて思ってなかったので、相手の顔色が明白に変わるまで気づかなかったんですよね。失敗談です。最後にとても大事なことなんですが、なんでって聞くことは、全く悪いことではありません。ただ、時にすごく破壊力を持った言葉になり得るということですね。どういうグループなのか、で、どういう人がいるかによって、どこまで何でが許されるかっていうのは本当に違うので、
うん。なかなかこうしたらいいよっていうアドバイスはちょっとね、難しいんですけど、日本の、ビジネスの場面で言うのであれば、まずは、はい、わかりました。で、一旦受け止める姿勢を見せた方が、日本でのコミュニケーションはスムーズになるかもしれませんね。私もこれは失敗をして学んだことです。皆さんの国ではなぜですかって聞くことは、時に相手を困らせる質問に変わることってありますか？ぜひコメントで教えてください。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。